今回ですね、愛知県小牧市にある無限堂さんにやってきました。1年半ぐらい前にも、無限堂さん来てて、その時はプラズマ切断機とか、バイスとか、常磐とかね購入させてもらったんですけど、今回はガチの業務用のティグ溶接機を買いに来ました。というのもですね、オンラインショップの方でたまたま見かけてなんか良さそうなのがあったんで、それをねちょっと今回、テストさせてもらって、実際に使えるかどうか、どんな感じの使用感かをテストしてからちょっと購入をね検討させてもらおうと思います。じゃあ行きましょう。はい、というわけでこちらが僕が購入予定のパナソニックのティグ溶接機ですね。他にもいろいろあったんですけど、いろんな人の話を聞く限り、こちらのやつがいいんじゃないかなということでこちらの購入を検討しています。一応ね、年式的には1997年式で古いものではあるんですけど、大事にね使えば長く使えるかなと思うんで、こちら購入検討しています。で今回はねテストもねさせてもらいます。で一般のお客さんでも、ご要望があればテストを、させてくださるそうなんで、中古品なんでね、ちゃんとテストしてから買うのがいいんじゃないかなと思います。というわけで早速溶接テストの方やっていきましょう。一応言っときますけど、僕溶接はね素人なんで本当に大したことはできません。でティグ溶接って棒でねこうやって溶接するイメージがあると思うんですけど、今回それは行わずに付き合わせ溶接っていうこの棒を使わない溶接をね、やって、簡単な動作テストをしたいと思います。では行きます。おーすげえめっちゃいい感じ。うわーめっちゃ安定感やべえさすが業務用っすね。これはちょっといいな。はい、こんな感じでステンレスの継ぎ手を溶接することができました。僕が下手くそなだけなんで、物はねめちゃくちゃいい溶接なんで、こちら購入したいと思います。いやなかなかしますねこれ。新車の原付ぐらいはするんで、なかなかの出費にはなるんですけど、作れるものの幅がかなり広がると思うんで、なんとかね練習してものにしたいと思います。でまだ他にもね欲しいものいろいろ多分あると思うんで、ついでにね店内の方も見させてもらっていろいろ購入したい、したいと思います。何かを工房引っ越したんでね、いろいろね道具増やしたいんですよね。測定具もな、ブレードマイクロメーターってないのか。新品ちゃうこれ。新品25の50の新品のブレードタイプですね。溝とかを測れるタイプのやつ。新品やんこれ。これ1万1000円。さすがに新品はねさすがにそれなりするけど、やっぱそれでも普通に買うよりは安いですね。ビットとか特殊ネジ PT、PF 管用ネジと呼ばれるやつの、タップも置いてると。こういうのありっすね。仕事で謎のタップの仕事が来たりするんですよ。でそういうのでいちいちねタップ買ってると、それだけで工具代いっちゃったりするんで、こういうところで、掘り出し物を見つけて、使えるタップをね、探さないといけないんですけど、そういうので、加工するっていうのは全然ありかなと思います。ダイスも結構種類ありますね。サイメとか、普通のねやつとか M11 これはなかなか使いどころが難しいけど、こういうところにも、タップが置いてあったりすると。こういう配管系もな意外とね使えるんですよね。これ何でも買っちゃうよこのままいくとある程度なんか作りたいものとかね決めてからの方がいいかもしれないです。溶接機買ったらいるものってなんだろう。ジグかクランプ系とかかな。多少はあるけど相変わらずすごいなこの数は。いや掘り出しもあるでこれ絶対。こんなん全然使えんじゃない。 14.7 やばいこの研ぎやばい。これやばいぞすごい。こういうね T レンチも全部揃えたいですけどね。どうしようかな。何買おうかな。モーターとかいいね。モーター結構でかくないこのモーター。3層200。これ1000番のモーターをねこいつに改造するっていうのもありですね。電動工具ね。電動工具はだいぶね物揃ってきたんでいいかな。いやこういうバイス系はやっぱジグ系。これ鍋屋かどっかのバイスじゃないの。精密バイス。ボール板もいいですね。来たボール板。これいくらだろ
なんかいろいろ部品がないけど修理途中かもしれないですね。これ外れてるスイッチ外れてるから多分修理途中だと思います。これはね。なんか可愛いプレス機があるな。めっちゃ可愛いプレス機なんだけど精密プレス機かな。なんかすごい可愛い。なんかちょっとしたね板物の曲げたりとかするのに使えるんじゃないかな。めっちゃ可愛いフライスあるんですけど、卓上フライス版ですね。これいくらこれいや別に買わないけどなかなかこれいいものじゃない？ MT2 か3ぐらいかな。いいですねこれ。卓上のフライス版、ボール版があって、溶接機これいや迷ってたんですよ。本当にいろいろあって、アルミができる溶接機で 200V のやつっていうのが、そもそも欲しかったやつで、大変だったかな、どっかもあって結構迷ったんですけどね。じゃああまりにもでかすぎたんでちょっとパナソニックはいいかなと。これが交流直流の溶接機、これと迷ってたんですよ。大変のエレクトロコンパ 300S で、これバカでかいんですよこれで。重量も確かめちゃくちゃ重たくて160キロさっき普通にねスルーしちゃったんですけど、これめちゃくちゃ欲しいですね。これバンドソーなんですけど、かなりガチのバンドソーで 200V なんですけど、刃をね変えればセラミックとかねガラスとかタイルとかも切れちゃうし、あと、金属用の刃にすれば金属も切れるってやつで、バンドソーなんでね刃がこう輪っかになってるんですけど、ね、使ってるとパッて切れちゃうんですよね。で切れたやつをねここで溶接できるようになってる機構がついてるかなりいいやつですね。前来た時はね確かなかったんでこれ欲しいな。回しますよ回しますけど、これ多分いい機械なんでおすすめです。やっぱね無限堂さんはね上が面白いんですよ上に結構すごいのがあったりするんで、ほらなんこれでかすぎひんすげえな。チップ層ですねこれで。あとはワンダーコアがあったりとか何これボール版やけどなんかいろいろついてんぞこれチャックでしょ、旋盤の。でここになんかあれがついてるから丸物のなんか割り出しの穴が開けれるボール版ですね。これ手作りじゃなくてなんか後付けっぽいあれがついてるけど、電取りが24等分割、インデックスついてんだ。すげえこれいいっすね。何に使うかちょっと分かんないですけど多分いいっすよ。これもそうか、これもそうだね、同じタイプですね。インデックス付きのボール版面白い。なんか機械増えてますね。さすがに1年半来てないといろいろ増えてる。なんかもう説明できないですもんこれクワガタっすね。これクワガタっすよこれなんすかこれ。この辺プレス機ね。プレス機もね2万7,000円ありっちゃありですけど、全部鷲野じゃないこれ。全部鷲野だのプレス機。これなんていうのかな、ラックギアっていうのかな、ラックでこうプレス機になってるやつ。これ結構いいんですよ。壊れないんでそもそもがねいいですね。バンドソー、これもバンドソーですよ。寝台はこれもバンドソー。いや金があったらなんぼでも買うんですけど、さすがにね溶接機でもなかなかの出費なんて。でもなんか楽しいですね。ちょっと面白いのを見つけました。鍵複製する機械これ売ってて大丈夫なのかなこれ一般の人が手に入れて大丈夫なものなんでしょうか。ちょっとよくわかんないですけど、鍵をね片方マスターをつけてもう片方で複製するっていう機械だと多分ね思います。すごいですね。こんな初めて見た。100V で使えるみたいなんで、ぜひ自分で鍵をね作りたい方はこちら購入してみてください面白いこんな初めて見たな。可愛いですね。ちょっと財布忘れたこちらを持ってください。買いました。いや中古でしかも25年も前の溶接機を買って、もしすぐ壊れたらどうすんのって思われた方いらっしゃいませんか。
正直僕も思いました。だから無限堂さんにぶっちゃけ修理対応とかどうなんですかって聞いたら、ものすごい長文のメールが返ってきたんで、要約して共有したいと思います。まず無限堂さんは仕入れた商品をそのまま売っているわけではなくて、必要であれば点検修理を行ってからお店に並べています。ここら辺はそうなのかなっていう感じはしてたんですけど、ここからがすごくて、特に溶接機なんかは専門の業者にわざわざお金を払って出して基本的な点検作業を一通り行ってから販売されているそうです。この点だけでもかなり安心して買い物ができるんじゃないかなと思いました。で、他にも修理保証なんかもあって、初期不良はもちろん数ヶ月経った後でも修理のご相談ができたりとか、社内だけでなく外部の修理屋さんとうまく連携してできる限りの対応をしていただけるそうです。中古品であるからこその購入者側の不安を少しでもなくそうと努力されているというのが、今回古い機械を購入してみて分かりました。あと誤解がないように言っておくと、無償で修理を行いますという意味ではありません。初期不良なんかは無償修理になるかなと思いますけど、それ以外は基本的に有償修理となります。詳しくは概要欄の URL をご覧ください。売りっぱなしじゃなくてできる限りの面倒を見てくれるのはかなりいいポイントなんじゃないかなと思いました。ちなみに修理対応は技術者などの関係で愛知店のみだそうです。はい、溶接機買ってきました。こちらパナソニックの YC300WX2 という溶接機になります。で、これ僕がね人生で初めて買う溶接機になるんですけど、古いです。1997年式で、非常にね年季の入った機種にはなるんですけど、めちゃくちゃいい溶接機で、業務用でもねバリバリ使われている、ガチの溶接機になります。で、これのね何がいいかって、アルミ溶接することができます。交流と直流両方使える溶接機になってまして、普通ね鉄とかステンレスでやるときは直流の、溶接機になるんですけど、こいつはね交流が使えるので、アルミを溶接することができるというわけですね。いやー、めっちゃね楽しみで、正直ね、全然僕分かりませんよ、溶接のことこの辺のねパラメータとか全然分かんないんで、勉強し直す必要があるんですけど、これをね購入した後ですね、パナソニックさんに、電話してみました。説明書とかなかったんで、もしかしたらねもらえるかなと思ってたんで、パナソニックさんに溶接したと溶接して電話したところ、パナソニックさんに溶接パナソニックさんに電話したところ、説明書をね抜粋したもの、抜粋って言ってもね24ページぐらいあるんですけど、これをね、送っていただきました。PDF で。これがねもう電話の対応もすごい良かったんですけど、説明書もね非常に、分かりやすくいろいろ載ってて、これとは別に溶接の、条件の出し方みたいなやつも、パナソニックさん出されてて、非常に良かったなって、初心者の僕としてはありがたいなと思いました。ネットでね、勉強したり動画見て勉強したりとか本買おうかなとか思ってたんですけど、とりあえずパナソニックさんが出しているもので、一通りね勉強してみて、そこからね、いろんなことに挑戦していこうかなっていう感じなんで、最初の取っかかりとしてまずこういう古いものの説明書を出していただけるっていうのは本当にありがたいなと思いました。で、これを使う上で必要なものがねまだちょこちょこあります。例えばアルゴンガス、これティグ溶接機って、ティグの T はねタングステン、このさっきのねタングステンで IG がアルゴンだったかな、そんなやつなんで、アルゴンガスっていうのが別で必要になります。なのでそれを入手するっていうのと、あとねホースが、水冷トーチがついてるんですよ。ホースじゃない、トーチが水冷トーチになってて、水冷と空冷とね2種類あって、溶接してるとだんだんこの持ってる手元がね熱くなってくるんですよね。でその熱くなったやつを冷やすために、水冷のトーチもあると。で今それがついてて、ただ水冷使うには別途タンクというかねそれが必要なんですよ。でそれを買ってもいいんですけど10万ぐらいするんですよね、水冷用タンクが。でそれを買うのはちょっとないから、作ろうかなとか、逆にこれは使わずに水冷トーチ空冷トーチを買って、空冷でなんて言ったっけ、水冷がついてて空冷トーチを別で買って、それでやろうかなとかちょっとね迷ってます。ただ僕の使い方だと、一日中ね溶接作業するかって言ったらそうじゃないと思うんで、ちょっと、そこら辺を悩んでいます。アルゴンはねもう入手経路はだいたい分かったんで、そこを手配して、あとはどういうセッティングにするかですね。物のね持ち、消耗品の持ちが全然違うらしいんですよ、水冷と空冷で。なんかね何倍ってぐらい変わるらしいんですよ。結構ねこの辺の
いう名前わかんないけどこの辺の部品が空冷だと結構熱でやられてすぐ変えないといけなくなったりするんですけど、水冷だとそれがね長持ちするよっていう話も聞いてたんで、どうしようかなっていうのを、悩んでいるという非常にワクワクした楽しい悩みっていうやつですね。はい、今回の動画が面白かった、参考になったという方はぜひ、グッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram いろいろやってますし、今回ご紹介させてもらった無限堂さんなんですけど、コロナの影響もあって最近オンラインショップに非常に力を入れてまして、全国どこへでもかは分かんないですけどほとんどのところで発送もできますし、あと LINE で、見積もりなんかも、取って買い取りの見積もりも取ることができます。例えばね、この溶接機をもういらないなってなった時に売りたいって時にこう写真をねパパッと撮ってそれを LINE で見積もりが返ってこれを売却するみたいなこともできるらしいんで、ぜひ概要欄のリンクから見てみてください。ご視聴ありがとうございました。